皆さんこんばんは、ミクです。今週の動画は冬のフィンランドのパッキング動画をお届けしようと思います。私たちは2024年の一番最後の旅にフィンランドでオーロラを見に行こうと思っているんですが、そのフィンランドの旅に何を持っていくかっていうのを皆さんにご紹介していきたいと思います。冬のフィンランドは2年ぶりで2回目、フィンランドがどれぐらい寒いかっていうのを知ってるので、それを知った上でこれを持ってった方がいいとか便利だとか、そういうのを皆さんにシェアできるかなと思います。で、今回はですね、私のパッキングを中心にご紹介しながらも、彼の持ち物っていうのもいくつかご紹介していきたいと思いますので、私と彼2人でパッキングを取っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では冬のフィンランドパッキング Vlog スタートです。今回私たちフィンランドは6泊8日で行く予定なんですけれども、ヘルシンキに3泊、そしてラップランドのレビーというところに3泊する予定です。なのでヘルシンキとそのラップランドでは寒さが全然違うので、そういうところでもねアウターだったりとかが違うので、ぜひ注目してみてください。で、今回私が持っていくスーツケース、まずこちらです。これは、サムソンナイトのユニマックススピナー75です。今まで使っていた大きなスーツケースがもう10年以上使ってて、車輪も壊れてきたので、これはね新しく今回の旅に持っていこうと思っているんですけれども、75センチ一番大きいもので、容量が105リットルのものです。で、今まで使ったのが75リットルのものなので、それよりもちょっと大きくなりました。ではまずこれ開けていきたいと思います。まずこのね新しいスーツケース、いいところはこの蓋タイプっていうの確かに何て言ったらいいんだろうね。なんて言ったらいいんだろうね。これ開いて、ここのさベルトのところでこうちゃんと蓋の部分が止まってくれるやつ。今まではこうなんていうの、こうパカって両開きタイプを使ってたんだけど、こっちだとさホテル内でスーツケースの中から物出し入れするのに便利だよね。スペースを取らないから。小スペースで、あとはその空港とかでさちょっと最後入れ替えたい時とかあるじゃないですか。そうだよ。そういう時にドカーって広げると全部見えちゃうしね。そうこれだといいよね。こう、うん、ガサゴソってしてさすぐ蓋閉めれるから、でここにポケットいくつかあって、あとこれ一番嬉しいのはここら辺のねジッパー開けるとこうやってちょっと拡張するわけ。10センチぐらい拡張ですね。でこれで125リットル入るということです。なのでもうカチカクです絶対に持って帰れるだろう、いろんなもの買ってもっていう感じなんですけど、それでもこんだけ入ってます。もうほぼパンパンです。それぐらい冬はねやっぱかさばるものが多いので、まずはやっぱり服、アウターとかそういうものをご紹介していきたいと思います。はい、ヘルシンキ街歩き用のアウターはこちらのマリメッコで買ったロングダウンでいきます。はい、こちらです。ヘルシンキは最低でも今0度からマイナス1度ぐらいなので、こういう感じの東京とかでもね全然着れそうなロングダウンでちょうどいいかなと思ってます。やっぱちょっとおしゃれめなダウンですね。この袖のところがちょっとフレアになってて、でも首周りはちゃんとしっかりボタンで留めることができるので、寒くない。あとフードもちゃんとあるので、本当に寒い時はこういう感じで入れるっていうのと、あとここベルトでウエストマークできるので、やっぱりちょっとおしゃれ感が出ます。こちらのダウンを着ていこうと思ってます。街歩き用のアウターはもうこれだけ、このロングダウン1枚だけ持っていきます。そうなんだ。そう、なぜかというと、私は多分あっちでもう1個アウターを買うと思うのでマリメッコで絶対あっちで買った方が安いから、ヘルシンキでショート丈のアウターを買う予定です。でそしてもう一つアウター、こちらです。こっちはラップランドのレビー用ですね。はい、こちらのアウターです。これを今回のラップランド用に新調しました。ノースフェイスのヒマラヤンパーカーって言われるやつですね。雪山用って感じかな。そうだね、登山する人とかが使うやつで、2年前の時に僕もそれを持って行って使った。ほっかほかだったもんね。そう、あなたが2年前に着てたやつは一段薄かったんだよね。そう、白いやつなんですけど、こちらこれでもギリギリラップランド過ごせたんですけど、今回のオーロラ旅は3日間とも夜に3時間とか5時間とかオーロラハントをしに行くんですよ。で2年前はサンタクロース村に 1,2 時間ちょっといるぐらいだったんだけど、それとやっぱ比にならない寒さだと思うので、これじゃないと無理だろうと思ってこっちにしました。
そうね、うんあれじゃちょっと心もとない感じがするよね、そう寒い。でも普通にロバニエミだっけ、あの辺で過ごす分には問題なかったんでしょ、問題なかったので、こっちのこの白い方でも正直大丈夫だし、アクティビティする時は割とこういうのを貸してくれるところが多いから。あ、犬ぞりの時も貸してくれたもんね。そうそう、まあそれはね確実とは言えないので、自分で、できる限りのやっぱ防寒はしといた方がいいということで買いました。こういう感じです。私164センチで XS を着ると、こういうサイズ感になります。これは確かウィメンズがないんだっけ。ユニセックス。ユニセックスのラインで、だからそのレディースっていうものがないから男女共通で XS。そうだからちょっと大きめなので、ちょっと私のこのサイズ感を見て、もしネットとかで買う方は参考にしてください。もう本当に着る羽毛布団っていう感じ。多分マイナス20度とかでも全然平気、そのロバニエミとかでサンタクロース村でもうそれ着てたけど、ちょっとオーバースペック、暑すぎたのに。暑すぎるっていうか、もう寒さを一切感じないね、その着てる部分に関してはっていうくらいだから。じゃあレビーオーロラハント3時間ぐらいやったらこれ全然いけそうって感じ。全然いけると思う。あとここね、これやっぱ耳周りが寒いので、もうこのほっかむりスタイルです。これが叶うっていうところで、こちらを着て3日間オーロラハントとか犬ぞりとか、そういうアクティビティをしていきたいと思ってます。はい、次はアウターの中に着る服を簡単にご紹介していきたいと思います。まずはこちらのラッシュの風呂敷にまとめてるニットたちをご紹介していきます。私は圧縮袋は使わず風呂敷で包む派なんですけれども、まずはこちらマリメッコのウニッコ柄のニットです。これは今季のものなんですけど、こちら持っていくのと、これは多分ビームスとかで買ったと思うんですけど、スパンコールがついたキラキラのニットです。これはクリスマスシーズンなのでちょっときらめきたいということでこちら持っていきました。であとはこちら懐かしいよね。これは2年前のフィンランドの旅で購入したマリメッコの赤ニットです。この3枚と、こちら行きに着ていこうと思っているマカフィーの肉厚のジッパータイプのニットですね。この4枚、プラスであと多分お洋服買うかなと思ってるので、割と薄手のねニットを持っていきます。でもマリメッコのニットはさ、結構目が詰まってるよね。そうなの、あったかいんだよね。基本的にはやっぱりフィンランドっていうことなので、マリメッコのこのちょい肉厚ニットっていうか、これを持っていくとね、アウターの下にこれ着とくとちょうどいいという感じです。外は寒いけど室内は暑いんだよね、フィンランドって。そうね、だから結構脱いだり着たり、そうアウターをねするから。アウターの下は割とね薄着ぐらいがちょうどいいんですよね。そしてあとはボトムスです。ボトムスたちを入れてるのはこちらトゥー&フローの衣装ケースです。この中にデニム、持っていくのデニム。私もボトムスはデニムでいくけどね。まずこちら、これはねセオリーのハイウエストデニムなんですけど、2年前のフィンランドで普通に着てたんですが、これはね下の方が結構もう何年も履いてるからボロボロなんですよ。このボロボロだからこそ汚れてもいいやっていう気持ちで、なんか雪が降ったりとかしてる時とかに履こうと思って、こちらと、あとこの今履いてるヤヌークの黒デニム、この2本で私行こうとしています。はい。これでもね、皆さん、僕は割と寒さに弱いんですけど、2年前僕もデニムでね1着持ってったんですよね。ちょっと 1,2 時間外散歩した時にデニム履いてて、もうね痛かったもう俺今回デニムはもう持ってかない。寒すぎて、よくいけるねっていうやっぱ私は高校生の時にさ、やっぱ茨城の上の方でさ、霜とか降ってる中で素足でやっぱり登校してたから、寒さに強いんだよね、結構。強いと思った、だから全然余裕でデニムでいけます。はい。あとまだ服ありました。薄手のニットとかの下に着る用のタートルニット、薄手のニットを重ね着するってこと？そう、こういうニットの下に着る。これはユニクロです。あとこれは今季のマリメッコです。服はねそういう感じで。意外と少ないね。少ないでしょ。パッキング上手だね。絶対買おうとしてるそう是が非でも何か買おうとしてるんだけど、もうあとは本当にインナーです。インナーが大事なんだよね。そうなんですよ。もう上のね服とか割とどうでもよくて、中に何を仕込むかっていうのが大事で、私たちが一押しなのはこれです。ノースフェイスのインナーなんだけど、これは暖かいし速乾性のあるインナーなんです。いわゆるその山登りするトレッキングする人とかが使うインナーで、割と機能性がある、保温性がありつつ汗をかいても速乾で、あとは多分消臭とかもあるんじゃないかな。あ、そうだね。なんかそういうのあったわ。汗の匂いがあんましないみたいなやつ。これをね着たらもう2年前のフィンランドは大正解だったので、これをね3枚ぐらい持ってきます。
結局これがないとさ、室内入った時とかにうわって汗かいちゃって外出たらもう本当に寒いんだよね。そうそう、綿100とかの T シャツとか、ロン T 着てると本当に風邪ひくと思う。そうでもこれだったら寒い外から室内に入って室内でアウター着たまま動いて汗かいてもすぐいつの間にか乾いてて冷たくならない。はい、こちらおすすめです。本当に北欧とかね、冬の寒いとこ行く時。あとは、レビーとかでもものすごく寒い時用のこちらもノースフェイスの中が裏肝になってるモコモコインナー。多分これもトレッキングとかする人用のやつでより保温性が高いやつかな。だからもうこれはオーロラハントとか、犬ぞりツアーとかも5時間ぐらい外出ますよっていう時用にこちらも持っていきます。でもそういう感じで私たちはヒートテックは持っていかないね。そうだね。あとこちらね、下のインナーですね。私はデニム履いていきますけど、デニムの下に何も履かないなんていうのはありえないので、そのデニムの下にこちら、これもさっきのインナーと似てるような感じだよね。多分素材は一緒かな。これをね1枚仕込んどくだけで全然あったかいので、もう今は履いてます。私都内でも全然履いてるんだけれど、タイツ代わりにこれをヘルシンキできます。そしてもう一段モコモコの裏起毛のやつがあるので、これはラップランド用です。そういう感じで使い分けていこうかなと思っています。結局その冬のフィンランドとかドイツのクリスマスマーケットとかってさ、服装が一番悩むもんね。そうね。そう、夏は暑かったら脱げばいいけど、冬はもう行って寒いだともうどうしようもなんないので。なんかね、気がめいるんだよね。もう寒すぎるとなんかもう何もやる気が起きなくなっちゃうから。そうそう、だからインナーはね、ぜひね、これから冬寒いとこ行く方は参考にしてみてください。でアウターが2個だけ、マリメッコのロングダウンとノースフェイスのダウンの2個だけなので、もう絵代わりがしないじゃん、コーディネートの。なので帽子はねいっぱい持っていきます。まずこちらマリメッコの可愛い、ここにウニッコのマーク入ってるんですけど、こちら肉厚のニット帽と、あとこれ懐かしいでしょ懐かしい。これ2年前のフィンランドの時に彼が買ってくれたんだけど、私のこと見つけにくいって言って、そうカメラを持って、あなたを撮ってで街中撮って、で街中の人ってさ、大体黒とかさ、似たようなアウターの色で暮らしてるわけじゃん。だから見失うんだよ私のことね。あれってなるから、そう目印。そうニット帽はちょっと派手な色つけてもらっておかないと。目印で買ってもらって、こちらこれもあったかいんだよね。こういう派手カラーをかぶるとやっぱこうやって写真撮った時とかに映えるから、後ろが雪だと。なのでね、こういう派手カラーおすすめです。あとはこれも懐かしいタンペルのクリスマスマーケットで買ったポンポン付きの青のニット帽、これもちょっと絵代わり的に欲しいなと思ったらかぶります。であとこれも2年前にかぶっていたんだけど、ファーキャップ。これなんか2年前のロバニエミでかぶってたら、結構これどこのですかって聞かれて、スポーツオーソリティです。スポーツオーソリティで買ったコロンビアのやつです。これもあったかいですね。あとこれもあった、こちら、はいダウンパンツ。それも今回新しく導入したやつですね。はい、ラップランド地方の寒さを思い知ってるので、デニムの上から履けちゃうわけ。そうね。そうだからデニムの上から履いちゃおうと思うんですけどこのミシュランマンみたいな感じの。でもやっぱもうこれ着るだけでも全然あったかさ違うので、もうラップランドの方ではもうおしゃれより暖かさ重視っていう感じでこちら履きます。あとは靴です。ヘルシンキの晴天の日と行きと帰りの飛行機で履こうと思ってるのが、このアグのムートンブーツなんだけど、下のところが滑り止めみたくなってるちょっと厚底めのやつです。はい、こういう感じです。かわいい。ちょっとおしゃれしたいっていう気持ちがあって、今流行ってるしね、アグの、この厚底のやつ、こちらを持っていくことにしました。そのシューズがいいところはさ、アグって基本的に水に弱いでしょ。だからちょっと雪積もってたりとかする時にソールがさ、結構分厚くてちょっと濡れてるぐらいじゃ大丈夫だよね。ものすごく雨降ってたらこれはちょっと履けないと思うんだけど、ちょっとだけ下が湿ってるぐらいだったら全然余裕だし、歩く時も滑り止めの役割っていうか滑らないと思うので、こちらを持っていきます。あとは機内での脱ぎ着が簡単。そうね、この後多分スノーブーツ紹介すると思うけど、スノーブーツとあと1個何持っていくか問題があってさ、前回スニーカー持ってったよね。そしたらもう足先寒くて全く使い物にならなかったよこれでも正直寒いと思うの、ちょっと足先、だから私は靴下をねモコモコの履こうと思ってるのでワンサイズ上げてます。次が本命のスノーブーツです。6泊8日ほぼこれで過ごせばいいっていう気持ちでいます。こちらがノースフェイスのものなんですけど、ちゃんとこの防水の感じになってて、中はモコモコしている。
もうとにかくこれしか履かなかった。なんかさ2回ぐらいさ、ちょっとしたレストランに行ったけどさ、もうこれで行っちゃったもんね。これで行っちゃったね。街中普通のスニーカーじゃ歩けないし、そんな星付きのレストランとかでもなかったから。そうね。ドレスコードみたいなのにはうるさく言われないね、足に関しては。みんなこういうの履いてるし、あと私こういう感じでワイドパンツ履くから、もうほとんどねつま先しか見えないので、なので本当にものすごく格式高いレストランでない限りこのぐらいでも全然大丈夫だと思う。そしてあとあれだ、靴下関連ですよ。これもさインナーと同様さ本当大事なんだ。大事。こちらこれもノースペースです。ノースペースばっかりになっちゃったよ。はいのもう本当これもあれだよね。トレッキング靴下。もうこれをもう日数分持っていきます。もう洗濯とかする気はない。であとは、ネックウォーマーっていうんですか。なんだろうね。なんだろうこれ。かぶってみて。これも今回取り入れたやつ。はい。このここだけ出るやつです。2年前にロバニエミに行って気づいたんですよ。本当耳が寒い。耳っていうか顔を出してたらもう本当痛すぎてまつげも凍るから、できるだけ顔を出さないっていうのがすごい大事で、なのでもうこの目ぐらいしか出ないっていう。例えばサンタクロース村で寒すぎてネックウォーマーというか手袋とか買うと。やっぱり観光地価格だからそれで買うだけで1万円とかかかっちゃうならもう買ってった方が絶対安いから、その辺は絶対持ってった方がよくて、なのでこちらレビー用の、これもノースペースなんですが、多分スキー用の手袋なのかな。ほんとそんな感じかも。スキーとか雪山登る系の、こちらこれ多分絶対大丈夫って思ってるんだけど、これとあとこれ2年前も使ってたね、このちょっと薄手の。それでいっちゃったよね。これはね寒い本当にこういうのでいいかなと思ってる方多いと思うんですけど、これじゃ寒いので、なんならこれにもうこれ重ねるぐらい、もう手はね暖かくということでこちらを持っていきます。あとはホテルにサウナがあって外気浴が外みたいな、そういうサウナがあるから予約しようと思ってるんですけど、なのでサウナ着じゃないけど水着、こちらエイプリルプールデイっていうタイのブランドのやつなんですけど、日本でも買えます。これオンラインで。それのビキニとこのハーパンタイプの水着、そしてビキニの上にこのね服みたいに着れる、これが冬のサウナちょうどいいんじゃないと思ってこちら持っていきます。あとは下着ですね。と下着とか靴下汚れたものを入れるもの、これを家帰ってきてそのまま洗濯機に入れれるやつです。洗濯ネットです。であとバッグはこのね私のブランドのヒンクヌンクのバッグ、これを機内持ち込みをバッグにしつつ街歩き用に使います。あとは、こちらコスのショルダーバッグ、これはね去年のドイツのクリスマスマーケットで使いました。便利です。これいっぱい入るし、ここにちょっとクリスマスのピンズつけました。あとはフィンランドなのでマリメッコのトートバッグ、あとはコンタクト、あとはスキンケアですね。このスキンケアポーチはレスポのものです。ここにもう全部入ってます。まずはこちらビフェスタのアイメイクアップリムーバー、ビオデルマのクレンジング水、クレンジングと洗顔はもうこれ1本できます。そしてこちら繰り返し使えるコットン、こちらラストオブジェクトのものを持っていきます。トナーパッド、これはアビブのものなんですけどノベルティでついてきたもの、こちらトナーパッド10枚入りを持っていきます。でそしてアクアレーベルのスペシャルジェルクリーム EX モイスト、高保湿タイプのもの、もうこれ持っていけばとにかく化粧水とかクリームとか全部これでね済ませれるのでこちら持っていきます。であとはジョバンニのヘアオイル、あとスタイリング剤ですね。これがコタスタイリングなんですけど、ちょっとウェット感が出るワックスみたいなやつです。ヘアバンドとシュッシュ、はいという感じです。あと最後こちら、このポーチに入っているのは救急セットですね。救急セットというかお薬とかですね。この中に痛み止めとか総合風邪薬とか、あとこちらドイツで買ったねこのハーブティー、喉とかに効くハーブティー、下痢止め、こういうのとか、あとは熱さまシート、あとこれ膀胱炎の薬も持っていきます。結構旅先でトイレがなかなか我慢したりとか、そういうのでね膀胱炎になったりすることがある。こういうのあるとね何かあった時にいいと思います。あとは生理用品、こういう感じで旅先で突然なんか不調になった時に対処できるようなものっていうのは常にスーツケースに入れています。そういう感じでこちらのスーツケースの中は以上です。ここのねポケットの中に入れてるのは携帯用スリッパと、あとはこちらマリメッコのエコバッグです。すごい大きいやつ。こちらこのエコバッグは帰り荷物が多くなった時とかに機内持ち込み用にできるのでこちら持っていこうと思ってます。これも今期のものです。
あとはこちら機内持ち込み用バッグです。このバッグのところには着いたらすぐにつけれるアグのイヤーマフ、あとはゴーウェルっていう空港で買ったのかなのネックピローですね。でこちらのバッグの中ご紹介していきます。まずはこちら、ヘルシンキ着いたらすぐにつけれるように街歩き用のちょっとおしゃれめの手袋ですね。これアグです。あとはポーチ、こちらのマリメッコのポーチの中にはこちらエジプシャンマジックスキンクリームってやつなんですけど、保湿バームです。これで顔とか手とか全部保湿できます。あとはこれメイドオブオーガニックスのマヌカハニーカモミールスプレー。あとこちらこれはね、こちらのベレダのローズマリードライシャンプーをこのね 50ml の容器に詰め替えました。これドライシャンプー2人で使うよね。もうねフライトが夜じゃないですか、10時ぐらいに出てあっちに朝着くんだよね。そう、朝4時とかに着くのでそこから丸1日行動するってなった時にそう13時間だっけ飛行機。そうそうそう。やっぱね着いた時にねちょっとなんか風呂入りてーってなるんだよね。まあ、それを、これのドライシャンプーで改善してくれるんじゃないかっていうのと、あとはまあその今回冬だからニット帽とかかぶるからやっぱなんか蒸れたりしてなんか気持ち悪くなるかなっていうのでお試しで買いました。ほんとこうやってシュッシュッってしてブラシするんだけど、つけた瞬間はって感じなんだけど、これが乾いた後にこう髪触るとちょっとサラッとしてる感じがする、あと爽快感があるね、そうでこれがね本当はもうこのままフルボトル持っていきたいんですけど、こちらが 115ml で機内持ち込みの水物の容量を超えちゃうから、この 50ml に詰め替えてこちらを持ってって飛行機着く前とかにシュッシュッてするように持っていきます。あとは歯ブラシセット、ポケットティッシュ、替えのコンタクト、目薬、あと絆創膏とか生理ナプキンとか櫛とか、あと頭痛薬とか、そういうものを全部ここに入れています。でこちらのこのポーチにはリップバームとかグロスとか日常的に持ち歩いてるお化粧直し用ポーチ、あとお財布、イヤホン、タオル、100年蜂蜜のダーベ、ちょっと喉が乾燥してる時とか、あとは耳詰まっちゃった時飛行機で、そういう時に飴とかグミとか食べると耳詰まりが解消されるから。あ、そうなんや。そういう時用にも持っています。あとはカメラですね。ハンディカムとこのジェラピケのセサミストリートのポーチにはこちらもカメラ、自撮り用カメラですね、入れてます。あと櫛、リファのものです。以上でほとんど日常的に持ち歩いてるものプラスアルファでこの機内でちょっと必要そうなものを入れてるっていう感じです。そんな感じで私のスーツケースの中身、あと機内持ち込み用バッグの中身は以上なんですけれども、おまけじゃないですけれどもうちの彼が何を持っていくかっていうのもちょっとだけご紹介してもらおうかなと思います。というのもやっぱりこういうフィンランド旅動画出してから新婚旅行で行きたいですっていうコメントいただいたりとか、旦那さん何持ってってるんですかとか、そんなこと言われる結構言われる。なんかどういうの持っていくんですかって聞かれることもあったので紹介してもらおうと思います。はい、じゃあ彼も同じスーツケースで行きます。いいですか？どうぞどうぞ。失礼します。結構パンパンだね。そう男性も、だいぶ少ない方だと思うけど、それでもやっぱ冬物はこれくらいパンパンになります。なるね、これ当日着ていくやつ。これすごいね、さすが当日着ていくやつとかまとめてんだ。靴下は同じ靴下とインナーね、黒なんだね、黒とこれも同じやつ、下のインナー、こちら全身ノースペースじゃんフリースだね。フリース、薄いフリースではパンツなんだけど、ちょっとなんかダウンまではいかないけど、ちょっとあったかい暖パンみたいな。こちらもノースペース。本当よね。これが着ないよってか1日目。そう、これ下着類。あなたも日数分下着入ってんね。とこれは街歩き用のヘルシンキとかで着るダウン。こちらこれがゴールドウィン、去年のダウンで、これ東京とかでも全然着れるね感じのダウンなんですけど、0度ぐらいならこれで全然いけると思う。確かに去年のクリスマスマーケットでも着てたね。そしてあとパジャマね、パジャマこれエミレーツのやつ、エミレーツのパジャマとスリッパ、そしてこれがさっきの私のレビ用のダウンの黒バージョンだよね。ヒマラヤンパーカーの黒だね。黒。ちなみに何サイズ？ XL か L か。あなたは身長が178センチで XL か L ぐらいがちょうどいい。してこれを開けていいの？暖パンか。暖パン。私と同じやつだ。こちら。そしてこれはまたそれなんだろう。開けていいんですか？いいよ。何これ？これはアトムジャケット。アークテリックスのなんか薄手の綿ジャケットっていうのかな。ちょっとだけダウン風味っていうか、なんか綿入ってる。綿ジャケットか。これはどういうタイミングで着るの？
これはね、着ないとってもいいし、ドイツの時はこれの中に着てた。二重で着てたんだ。そう、重ね着でね中に着るよ。確かにこれレビーの時のさ、ヒマラヤンパーカーの下に着てもいいよね、寒かったら。そうそう、これね洗えるんよ、洗濯機で。だからこれを着とけば首周りとかさ、ダウンに汗入れたくないよね。だから便利ジャケット。そしてこれがスノーブーツか。スノーブーツですね。私のは紐タイプだったんだけど、あなたはこうスポッてスリッポンタイプ。そうね、厚手の靴下履くから、大きいサイズのやつ。はい、これもノースフェイスですね。はい、これもノースフェイスです。そしてサムソナイトの衣装ケースの中に入れてるのがインナー系か。そっちが薄手のダウンパンツとか。この衣装ケースはどこの？それ無印か。無印。10年ぐらい前の。すごいちゃんとさ全部小分けにしてさ、しかもさくるくるしてちゃんと入れて見えますかこれ？こっちがインナー類かな。インナー3つお揃いのやつの黒バージョンですね。インナーが3枚とあとニット帽。黄色、この黒。これも何年も前のユニクロの。これが最近買ったサロモンかなんか。サロモン。これもサロモンの。これもサロモン。これ裏肝だね。耳のところだけあったかくなってる。そしてこちら、これにはインナーが入ってて、これがねダウンパンツなんだけど、さっき見せたこれよりも薄いやつ。こちらも XL かな。はい。で次、これがサウナ用の水着。そしてそれがこれよく着てるね。これはなんだろう、これなんてワッフル素材っていうのかな。そうのこちら黒のフーディーのやつですね。これどこのですか？これゴールドウィンかな。これは何が良くて？汗かいてもひっつかなくて、あとこれもね、オイニーがね、割と俺の中では4日はいけるって思ってる。とにかくあなた汗にかいた時の匂い対策が完璧になってるのね。そうだからちょっとした部屋着とか、これ1枚で全然着れるっていう。でこれのフードなしも当日着ていくなんなら。でそっちは多分ね、これはね唯一持っていくきれいめパンツ。これがちょっとしたレストランに行く時にさすがにダウンパンツとかじゃかなっていうので、これはね別にフィンランドに限らずだいたい旅行先に1枚きれいめパンツで持っていく。なるほど。これがストーンアイランドのものです。はい。でそれも薄手のニット。これもレストランに襟付きは持っていかないけど、このきれいめなニットがあると割といけるんよ。これもストーンアイランドで、ね、この上下やね。これ着とけば一応大丈夫だね。これがね、あなたが急にさレストラン行くとか言い出すとこういうのを持っとかないと大変なことになる。そうで行きたくなっちゃうからさ、そんな感じで洋服はそんな。あとそこにね防寒具が入ってる。ここでもそこ多分あなたとほぼ一緒かな。手袋と、そして私と同じだね、ネックウォーマーみたいな。ネックウォーマー。あとこちらですね。これがいつも旅行に持っていくセットやね。あとここにラムネ薬関係ね。あとは歯ブラシとサウナグッズ。でもやっぱメンズでもこんだけなるね、荷物ね。ダウンがねかさばるからね。そうだね。はい、そういう感じでありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではパッキング動画は以上です。いかがでしたでしょうか。2年前にフィンランドに行って、どれぐらい寒いのかっていうのを知った上でのパッキングになるので、これから冬のフィンランド行こうかなって思ってる方とか、マイナス10度とか20度の世界に旅行しようかなって思ってる方の何か参考になれば嬉しいなと思っています。今回紹介したインナー類とかも概要欄にリンク貼っておくのでチェックしてみてください。それでは私たちはこれからフィンランドでオーロラを見に行きます。見れるかな？見れるよね。見れます。はい。なので、その Vlog も12月の後半に上がると思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。それでは今週もご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。